マスターブレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 クロスコントラストカラー。今回はこの限定カラーを生かした全塗装仕上げで制作していきます。全身のディテールやクリアパーツをさらに際立たせる方法、そしてこのキットで多くの人が経験する破損しやすい箇所の対策などを解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。どうも、マシコユプラモチャンネルのマシコユです。今回はマスターブレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 クロスコントラストカラー、このキットを制作していきます。この箱絵がものすごくかっこよくて、組む前からテンションが上がりまくりです。今にもレッキが箱から漏れ出てきそうです。それでは早速開封していきましょう。中身は通常カラーとは全てのパーツの色が違います。メインの外装カラーは薄い水色のような淡いブルーの色合い、フレームは濃い水色など全体的に青くまとめられています。そして一番の特徴はこのキットのコンセプトである氷のように透き通ったクリアブルーのパーツです。このクリアパーツが本当に冷たさを感じさせます。さらにクリアブルーのアクションベースも付属しています。これは嬉しい。シールはセンサー輪に貼るホイルシールと氷のひび割れのようなデザインの水転写デカールが付属。説明書は通常版と同じものが入っています。まずはパーツをランナーからカットしていきます。パーツから少し離れたところで一度カットし、残ったゲート跡をパーツのギリギリのところで2度切りします。わずかに残ったゲート跡はタミヤのクラフトヤスリプロを使って削り落とします。このヤスリはしっかり削れるのにヤスリ傷がとても綺麗に仕上がるので、とてもおすすめの金ヤスリです。クリアパーツはゲート跡が発火しやすいので丁寧に少しずつカットしていきます。ニッパーだけでは少し残ってしまうので、クリアパーツのゲート処理にはこのガラスヤスリを使用します。何度か優しく削っていくとツルツルの表面に仕上がります。通常のヤスリでは細かい傷で曇ってしまいますが、このガラスヤスリ1本でクリアパーツのゲート処理が完了できます。各パーツのゲート処理が完了したら、次はモールドの彫り直しをしていきます。溝が浅い箇所や組み立てた時に目立つところを中心に彫り直して、墨入れした時に塗料がしっかり残るようにしておきます。それと肘や膝の関節周りの外装を少し削り込んでおきます。内部フレームは塗装する予定なので、塗膜が擦れて傷つかないようにあらかじめクリアランスを確保しておきます。次にちょっとだけディテールアップをしていきます。まずは肩の外装パーツを少し加工。デザインナイフで切れ目を入れてから少しずつカット。プラ板に貼り付けた紙ヤスリで断面を整えます。外装に少し隙間が入ったことで内側がチラ見えするようになりました。後でここの内側を塗り分けてフレームがチラ見えしてるような感じにします。太ももにもディテールを追加していきます。パーツの断面をアクリル板に合わせて 0.6mm の筋彫りカーバイトで彫っていきます。このキットはもともとディテールがある程度入っているし、専用の水転写デカールで情報量もアップするので、今回はほんの少しだけにしました。ここからはねじ切れたという破損報告をよく聞く股関節軸の強化をしていきます。まずは軸の中心にニードルで当たりをつけます。 0.5mm のドリルで下穴を開け、徐々に太くしながら最終的に 1mm の太さでパーツが貫通しないギリギリのところまで掘り進めます。開けた穴に 0.8mm の真鍮線を差し込みます。穴よりも真鍮線の太さを少し細いものにした理由は、瞬着を流した時にパーツと真鍮線の隙間にしっかり流れ込んで接着させるためです。太さがぴったりだとパーツに真鍮線が刺さっているだけの状態になるので、瞬着で接着されないと強度不足になる気がします。瞬着が硬化したら金属用のペンチでカットして金やすりで整えたら加工完了です。この方法でどれだけの効果があるかは
私自身初めての加工なので、実際に組んでみないとわかりません。組んでみて危なかったら、ショート動画の方で色々と教えていただいた別の対策を追加してみます。内部フレームを塗装していきます。このキットの内部フレームは水色の成型色ですが、もっと冷たい感じを出すためにメタリックカラーにしていきます。使用する塗料は水性ホビーカラーのスーパーファインシルバーに色の素シアンを混ぜてメタリックスカイブルーを調色します。好みの色味になるまでシアンを少しずつ混ぜていきました。内部フレームは大まかに組み立てた状態で塗っていきます。外装をかぶせるとほとんど見えなくなるので塗装しなくてもいい箇所もありますが、どこが露出するのかわからないのでとりあえず全部塗ってしまいます。サフは吹かずにパーツに直接吹き付け、できるだけ塗膜が厚くならないように注意しました。ここからはガンダムマーカーのガンダムメタブルーを使用してモールドに色をつけていきます。少し太めのディテールをマーカーで塗っていきます。乾燥したらはみ出したところをデザインナイフやヤスリで削り落とします。こんな簡単な方法ですが、普通に墨入れするだけとは違い、メタリックカラーが入ったことでさらに情報量がアップしました。他にもメタリックに塗り分けたらかっこよくなりそうなところもこのマーカーでサクッと塗ってしまいました。マーカー系は手軽に塗装ができるのでガンプラ製作にはとても重宝します。次に付属の水転写デカールを貼り付けていきます。必要なデカールをカットして水を含ませたシートの上でしばらく放置。シールが動くようになったらピンセットでつまんでマークセッターを塗ります。このデカール、貼る位置が凹凸面をまたぐところがいくつかあって難易度がそこそこ高めです。凹凸面にはマークセッターを上から塗ってデカールを柔らかくして密着させると綺麗に馴染んでくれます。でも柔らかくなる分デカールが破れやすくなるので優しく慎重に作業します。デカールが乾燥したらいよいよトップコートを吹き付けます。今回は少し変わった方法を試してみます。光沢クリアにホワイトパールを少量、色の素シアンを2滴ほど混ぜてパール感があるかなり薄めのクリアブルーにしました。外装の成型色が少し緑っぽく見えたので全体的に青が強く見えるようにしていきます。コートする前と後で見比べると色の違いがわかりますかね。ただパール感がほとんどわからないのでホワイトパールはもう少し多めに入れてもよかったですね。クリアパーツにも同じクリアでコートしました。コートをしたことで全体の透明度が上がってとても綺麗なクリアパーツに仕上がりました。トップコートが乾燥したら墨入れ塗料のグレーで墨入れしていきます。墨入れをすることでディテールが強調されてさらに情報量がアップしました。ようやく全ての工程が終了したので各部位を見ていきましょう。このキットの顔はとてもイケメンです。肩パーツはディテールアップや色分け、デカールによって情報量マシマシですね。足はガンダムマーカーの塗り分けが良いアクセントになってとてもいい感じ。腰のレール砲はグリップの向きを組み間違えてしまったので皆さんは組み立てる時に注意してください。それでは全体を組み上げていきます。問題の股関節軸ですが左足の噛み合わせが思っていた以上にきつくてこれは強化していても不安があります。なのでショート動画のコメントにいろいろいただいた方法を参考にとても簡単にできる追加対策をしていきます。その対策に必要なものはこれ、タミヤのミニ四駆用グリスです。このグリスを綿棒に少量取って軸の受け側に薄く塗り広げます。つけすぎには注意です。あとは普通に組み立てるだけで軸の摩擦が軽減されて軸がねじ切れる心配がなくなります。この方法なら失敗する可能性はかなり低く誰でも簡単にできる方法だと思います。ぜひお試しください。この徐々に組み上がっていく瞬間が一番ワクワクしますね。
それではお待たせしました。マスターグレードフリーダムガンダムバージョン 2.0 クロスコントラストカラー完成です。今回は限定カラーの成型色を生かし、冷たさを追求した仕上げにしてみましたが、いかがでしたか？元のデザインの良さに加えて、メタリックのフレーム塗装と青みを増したクリアコートで氷結というコンセプトがより強調された仕上がりになったと思います。このキットはとても組み応えがあって制作が本当に楽しかったです。 MG ジャスティスの限定カラーも積んであるので、近いうちに制作してこのフリーダムと並べたいと思っています。この動画が面白かった、参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。